1947年8月、インドは200年に及ぶイギリス支配から独立。しかし歴史上最も大規模かつ流血を伴う強制移住となりました。推定100万人の命が奪われたのです。イギリスの植民地前、インド半島には地域を支配する王国がパッチワークのように存在していました。これらはヒンドゥー教、ムスリム、シーク教、ジェイン教、仏教徒、キリスト教、ゾロアスター教徒、ユダヤ教徒に分かれ、どの藩王国にもそれぞれの伝統やカースト制度、リーダーシップがありました。1500年代からヨーロッパの列強が相次いでインドを植民地化し、沿岸の交易拠点ができました。18世紀半ばまでにはイギリス東インド会社が主な植民地支配者として登場し、イギリスは各地域を直接的に支配、藩王国は間接的に支配しました。イギリスの支配を受けつつも独立を維持する中、政治経済的にイギリスへの譲歩を行いました。19世紀になるとイギリスはインド人を宗教により分け始めました。インド人コミュニティの単純化です。ヒンドゥー教徒を多数派、その他を少数派とし、その中でもムスリムは最大の少数派でした。シーク教徒はヒンドゥー教徒の一部だとされ、選挙で投票できたのは同じ宗教に属する候補者だけで、このルールは違いを際立たせ、かつて共存していたコミュニティ間の不信の種となりました。20世紀には反植民地主義運動が高まり、インド人もイギリスからの独立を目指し戦い始めました。第二次世界大戦後の経済的な逼迫により、イギリスはインドから撤退したのです。インドの政治指導者たちは独立後の在り方に個々に異なる思想を持っていました。マハトマ・ガンジーとジャワハルラール・ネルーは多数派ヒンドゥー教徒を代表して統一されたインドを望み、少数派ムスリムを代表するムハンマド・アリー・ジンナーはこの分断は修復不可能だと考え、ジンナーは2つの国家に分割し、ムスリムがパキスタンという祖国を持つべきと主張しました。1946年と47年の暴動後、イギリスはインドの独立を秘密裏に計画しました。1947年6月にイギリスの総督はインドは8月までに独立し、ヒンドゥー教のインドとムスリムのパキスタンへの分割を発表しましたが、分割についてはほとんど説明がありませんでした。古い地図、不正確な国勢調査や土地に関する知識がほとんどないまま、わずか5週間余りで国境委員会は国境線を引き、イギリスの支配的ルールに基づきベンガル、パンジャブ、アッサムに分割しました。国境線の決定にはヒンドゥー教徒とムスリムのどちらが多数派か、また場所や人口比も考慮されました。ヒンドゥーが多数派である地域が接していると、そこはインドに含まれ、ヒンドゥーが多数派の地域がムスリムが多数派の地域に接しているとパキスタンとなることもありました。国境線付近の藩王国はどちらの国に属するかを決める必要があり、王国の独立を失いました。国境委員会が新しい国境線を引いている間にも、ヒンドゥーとムスリムは自分たちが多数派になると思われる地域に移動しましたが、それは不明確でした。家族にも別れがあったのは性的暴行を恐れ、若い娘や妻を安全な地域に疎開させたからです。新しい地図は1947年8月17日、独立の2日後に発表され、パンジャブとベンガル地域は地理的には離れている東パキスタンと西パキスタンという同じ国になり、残りはヒンドゥー教徒が多数派のインドになりました。2年の間にパキスタンに住む何百万人ものヒンドゥー教徒とシーク教徒がインドへ移住し、インドにいたムスリムも村を離れました。ラホール、デリー、コルカタ、ダッカ、カラチの町では難民であふれました。イギリスの残した権力の真空状態の中、軍と地域集団による移民の大量虐殺がパンジャブなどで起こりました。その矛先は女性に向けられ、レイプや身体切除が起こりました。10万人もの女性が誘拐犯との結婚を強要され、分離独立直後の致命的な大混乱よりも余波は問題を悪化させました。一時的に移動した家族の多くは再会できず、また国境紛争は長期化しました。1971年に東パキスタンは離脱し、バングラディッシュが建国。
一方ヒンドゥー教徒であるカシミールの王のインドに属するという決断は多数派がムスリムである国民の投票によって最終決定がなされるはずでしたが、現在も国民投票は実現しておらず、インドとパキスタンは1947年以来カシミール地方の領有を争っています。70年以上経っても分離独立の影響はインド半島に残っています。半島の新しい政治体制と分断された家族の記憶に。分裂が致命的な結果を招いたもう一つの歴史として1937年に起きたハイチの大虐殺を紹介するビデオをご覧ください。